こんにちは。今日はキャンドルの制作で一番よく使うパラフィンワックスについてもっと詳しく説明していきます。パラフィンワックスには固体の時と液体の時のワックスの体積差が 20% あります。他にもいくつかの特徴があるので一緒に見ていきましょう。キャンドルの基礎知識。キャンドルの主原料、一番よく使うパラフィンワックスを知る。パラフィンワックス135はキャンドルの製作にとてもよく使われるワックスです。このワックスはキャンドルのためだけに作られたワックスではないので、他にも口紅の材料や塗料のワックスなどに混ぜて様々な用途で幅広く使われています。ですので、キャンドル製作で使用する際には添加剤や他のワックスを配合することによってよりキャンドル製作に使いやすいワックスにアレンジしていきます。見た目は白いペレット状ですが、溶かすと透明なお湯のような液体になります。4つの重要ポイント、ここから詳しく解説していきます。実は種類、仲間がたくさんある。体積は水とほぼ同じ。固体時と液体時では 20% の体積変化がある。単品で使うより何かを添加して使うことが多い。そう、パラフィンワックスにはパラフィンワックス135以外にも様々な仲間がいます。表を一緒に見てみましょう。どの品番にも様々な特徴があり、使い方はいろいろあります。私たちがキャンドル製作で一番よく使うワックスはパラフィンワックス135番です。パラフィンワックスの仲間は溶ける温度が違うことが特徴です。他によく使うワックスはパラフィンワックス115番。融点は47度です。このよく使う2つの種類について詳しく解説していきます。パラフィンワックス135。まず融点は58度です。先ほどの表の中にあったパラフィンワックスの融点は様々な種類がありました。135の58度はパラフィンワックスの仲間たちの中で中間に位置します。そして注意しなければいけないのは引火点です。パラフィンワックス135は234度です。引火点234度とはどういうことなのでしょうか。引火点の234度になるとワックス自体に火がつき引火します。ですが120度くらいになると煙が出るため、そばに行って温度計を測りながら管理していれば引火することはほぼありません。溶かしている最中にそばを離れたり、目を離して温度管理を怠るととても危険なので、必ず注意して作業しましょう。次にパラフィンワックスの仲間の中で一番融点が低く47度のパラフィンワックス115について、その融点を利用した便利な使い方について解説していきます。意外に便利な低融点ワックス115。低融点ワックス115はブロック状でパラフィンワックスよりもやや透明感があり透けています。今回はこの低融点ワックスの融点の温度を利用して
私がやっている秘密の使い方3つを紹介します。まず、カラーシートに混ぜて硬さを調整するやり方です。マイクロワックスで作るカラーシートに低融点ワックスを 10% から 20% 混ぜると、カラーシートの硬さを調節することができます。もう一つ便利な方法として、グラスに流し込むワックスに低融点ワックスを使うと、グラスから抜けてしまうトラブルが防げて、とても便利です。意外に知られていない方法だと思います。さらにもう一つ、融点が低い植物性のワックスに混ぜると、ワックスの燃焼が良くなります。融点が植物性ワックスと同じぐらいなので、とても馴染みが良く、燃焼が非常に良くなるのが特徴です。このような使い方で意外に便利な低融点ワックス115、パラフィンワックス135と合わせて115もぜひ用意してみてください。次にキャンドルの制作の時に必要なワックスの量を測る、そのやり方を説明していきます。体積の計算ができないような方にどのぐらいのワックスが必要か知りたいときは、水を入れて測ります。パラフィンワックスは水の体積とほぼ同じです。ワックスの収縮の特性を理解する。固形時と液体時では 20% の体積変化がある。パラフィンワックスの特徴として、固形状の時と液体状の時では体積が 20% 膨張する。20% 膨張するということは、簡単に言うと体積が 20% 増えているということになります。それはパラフィンが液体の時と固体の時の密度が違うという特性の問題です。20% 膨張したパラフィンワックスは型に流し入れると見た目は型は液体で許容量がいっぱいになります。しかし固まって固形になると 20% の収縮が起きるわけです。この収縮分は注いだ時に残ったろうを継ぎ足します。例えばキャンドルを作るのに必要なワックスを測った時、水を入れて 400g だったとします。400g のワックスを用意して型に流し入れます。その時いっぱいになってしまうのが 320g。収縮が起き 20% 収縮した時に注ぎ足すものが 80g ということになります。ここで注意です。注ぎ足すろうは色が同じじゃないとおかしいので、必ず鍋に取っておくこと。では、パラフィンワックス以外の他のワックスは収縮するのでしょうか？一度液体に溶かし固めて真ん中にわかりやすく線を描いてみました。それぞれのワックスの収縮を見てみましょう。まず天然ワックスの蜜蝋です。真ん中の線はほとんど収縮していません。次に大豆ワックスです。こちらもほとんど収縮が見られませんでした。こちらがパラフィンワックスです。基準になるように同じやり方で作ってみました。こちらはパラフィンワックス、ステアリン酸、パルワックス、マイクロワックスの4種類を混ぜて作ったものです。真ん中に収縮が見られます。これはマイクロワックスを 100% で作ったものです。収縮はほとんど見られません。ワックスの種類によって収縮に違いがあります。
天然ワックスなどの粘度が高いワックスは収縮がかなり少なめでした。パラフィンワックスは 20% 程度、混合ワックスでも 10% 程度の収縮が見られました。これにより収縮の特徴はパラフィンワックス独特のものだということが分かりました。パラフィンワックスが持つ収縮の特徴は理解できましたか？キャンドルを作っていく上でワックスの収縮は意外に重要です。ぜひ覚えておいてください。本日もありがとうございました。また次のレッスンでお待ちしています。